こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。水木春さんの作品で、タイトルはアウェイクンブラックグリッターブルー。色をテーマにした展示会に合わせて制作した作品です。キャラクターは創作アイドルのノクターナルというユニットに所属する八神クロエくんです。ユニット、作品のイメージは夜、ネオン、モンスター、ちょっぴりセクシー。斉藤直樹先生こんにちは。作品や動画を拝見し、そのためにたくさんの刺激をいただいております。18歳で専門学校を卒業し、約10年になるのですが、学生時代に評価されたいい子ちゃんの絵から未だ卒業できていないと感じています。学校の先生の俺たちみたいに才能のない奴が天才に勝つためには死ぬ気で努力するしかねえんだよという言葉を胸に続けてきました。画力時代は成長しましたが、限界を感じ応募した次第です。いい子ちゃんの絵を卒業し、はっと目を引く作品を書くヒントをいただければ幸いです。長文乱文失礼しました。どうぞよろしくお願いします。はい、水木さん、添削のご応募ありがとうございます。いやー、いい子ちゃんの絵を卒業したいですか。はい、その感覚すごくわかります。特にね、理屈っぽい人とか頭の中で絵を構成するような人、僕も含めてそうなんですが、そういう人って得てしてですね、理屈じゃなく感覚で絵を描ける人に対して強い憧れを抱いています。なので自分もね、どこかはっちゃけなきゃいけない、理屈じゃない感覚だけの絵を描かなきゃいけないって思い込む節があるんですが、これね、もうはっきり言いましょう、無理です。はい、もうね、理屈っぽい人ってどこまで行っても理屈っぽいので、そこからね、無理に脱却しようとするとただ単に寒い絵になっちゃうことが多いんですよ。だってその部分で今まで全然絵を描いてきてないわけですから。なので水木さんは自分のことをいい子ちゃんの絵だからダメなんだと思い込んでるようなんですが、これね、全然違うんです。水木春さんはですね、今中途半端にいい子の絵だからそう思えてるんです。水木春さんが目指すべきなのはですね、いい子ちゃんの絵を卒業することではありません。超いい子の絵を目指しましょう。はい、例えばですね、このイラスト全体的にね、すごくよく描けているんですが、これね、2点だけ僕は気になっています。なんだかわかりますか？一つは黒が潰れちゃっている箇所が多くて、なんか見にくい印象になってしまっていることで、もう一つは背景のですね、主にこの辺なんですが、この辺の黄色がちょっとこう目立ちすぎちゃっていて、顔よりも黄色の枠に目がいっちゃうこと、この2つですね。この2つを解決することで、水木さんの絵はいい子の絵から超いい子ちゃんの絵に昇格できると思うので、そこをね、試してみましょうか。はい、まず最初に解決したいのは、背景の黄色が目立ちすぎちゃっていて、顔よりもそっちに目がいっちゃうっていう部分です。はい、これにあたってね、ちょっとだけ顔の角度を変えていきます。はい、顔の位置がね、ちょっと端っこに寄りすぎちゃっていると、枠とのこう干渉具合から考えてちょっとね、こう塩梅が良くないので、少し真ん中に寄せた方が顔が背景に埋もれずに済むような気がしたので、一旦ね、顔を真ん中に寄せるようにして角度を調整してみました。これによって少し煽りっぽい角度になるので、顔の中身は後で調整するんですが、一旦顔の中身の問題は置いといて、この背景のね、黄色い枠の部分の調整を進めていきます。ここで多くの皆さんはこう思うと思うんです。黄色い枠を目立たせたくないんだから、黄色い枠はより細くして主張を弱めればいいのかなって。はい、もしかしたらね、今見ている人の中にもそう思った人がいるかもしれませんが、これね、実は全く逆なんです。黄色い枠を目立たせたくなかったら、逆にめちゃめちゃ太くしてひとまとまりの形にしちゃいましょう。はい、どういうことなのかやってみるとね、早いと思うので、実際に変更してみますね。はい、このように黄色い枠の当たりを取ってみましたが、皆さん見てわかる通り、めちゃくちゃ線を太らせて一塊の大きな形にしてしまいました。はい、どうなっちゃうんでしょう。続きやっていきますね。これだけだと、何の装飾っ気もない、ただのね、黄色い枠なので、ちょっとね、元の絵のニュアンスが変わってしまいましたよね。なので、元の絵のニュアンスを組みながら、黄色い枠の装飾を足していきます。はい、でですね、装飾を足していくときには、ちょっとコツがあります。一旦全体的に暗くしてしまうといいと思います。こんな風に。はい、そしたらですね、そこにちょっと明るい色でラインを書き入れていきましょう。こういう装飾って書くのめんどくさそうに思うかもしれませんが、今やっている順番で書けばめっちゃ簡単に複雑な装飾書けちゃいますので、覚えておいてください。やってみますね。
はい、こんな感じ、ラインを描き足しました。そしたら、この上から定山レイヤーを追加して、今描いたラインに影をちょこちょこっとね、追加してみてください。ラインに立体感を加えることができます。やってみましょう。はい、こんな感じ。ね、今見ていて結構簡単そうに見えたと思うんですが、はい、実際簡単なので、こういう装飾を描くときにはね、参考にしてみてください。そして、もうちょっと調整します。黄色い部分はね、これでいいとして、周りのこういう黒い部分がちょっとね、主張がまだ強すぎますね。これは、この黒い部分と黄色い部分のこのコントラスト差が強すぎるためです。なので、この黒い部分を黒じゃない何かに置き換えるとさらにいいと思います。例えばこんな感じ。はい、黒い部分をね、ちょっと宝石っぽい感じの質感にしつつ、完全に黒ではなくて、少しだけね、明るい色を入れてみました。これによって、黄色とのコントラストさが抑えられて、枠よりもキャラクターの方に目が行くようになったのがお分かりいただけると思います。それとですね、この顔周りの背景の色なんですが、ここもですね、ちょっと暗すぎて、キャラクターのこの髪の毛の部分と同化してしまっている感じが気になりますね。顔周りだけ背景の色をちょっと持ち上げて、顔を浮き立たせてみましょうか。やってみます。はい、こんな感じ。あとはこんなキラキラを足してあげても雰囲気とマッチしていいかもしれません。こうです。はい、こんな感じ。ちょっとここで比較してみましょうか。はい、これとこれ、これとこれ。はい、どうでしょう。添削前は黄色いラインが細かったせいで、黄色と黒のコントラスト差がここに集中してしまって、なんかね、ものすごくこの装飾自体が気になってしまっていた存在になっていましたが、黄色いラインを太くひとまとまりにしたことで、この顔周りの背景のコントラスト差が抑えられて、装飾自体には注意が取られすぎないバランスになったのがお分かりいただけたと思います。はい、今の話聞いてみてどうです？こういう問題があるから、こうしたらこの問題が解決するはずだからこのように変更するって感じでね、めちゃくちゃいい子ちゃんの説明だと思いませんでしたか？そうなんです。別にいい子ちゃんであることが悪いことじゃないんです。水木さんはここで全てを投げ出す必要はありません。おそらく水木春さんが今まで積み上げてきたものも今のような理屈っぽい土台かと思いますので、その上にですね、さらにいい子ちゃん理論積み上げていってみてください。あなたが目指すべき方向はそっちの方向です。自分自身からはね、もうどうしても逃れられないので、自分自身からね、逃げないでくださいね。はい、いい意味で諦めましょう。そういう生き物です、あなたは。気まぐれ添削の途中ですが、今年もやってきました。賞金総額300万円早い者勝ちレース、熊猫杯2025のご紹介。はい、いきなり何っていう話なんですが、もしかしたら覚えている人もいるかもしれません。去年に引き続き、今回も出版社角川さんの案件動画です。去年の熊猫杯とはちょっと違うという話なので、どういうことなのか簡単にご説明しましょう。まず、熊猫杯とは何なのかというと、角川さんのアバンダ編集部で開催している漫画賞です。この漫画賞、普通の漫画賞と違って、賞金300万円早い者勝ちを売りにしていて、過去応募して3日後ぐらいに受賞発表された人もいるというスピード感のある少し変わった漫画賞なんです。詳しくは去年のアバンダ編集長との動画をご覧ください。去年の熊猫杯2024プロは商業連載経験のある漫画家さん向けの漫画賞でしたが、今年はなんと誰でも参加できる誰でも部門と、去年に引き続き漫画家さん向けのプロ部門の2部門で開催されるということです。もちろんね、今動画を見ている皆さんも応募条件をクリアすれば参加可能です。気になる賞金についてなんですが、賞金300万円早い者勝ちは同じで、アバンダ編集部が面白いと思った作品にアバンダ賞として
1人最大賞金100万円、2部門合わせて上限300万円がなくなったらその場で受付終了です。また先着応募の参加賞があったり、ミッションをクリアして入賞するとなんと賞金がアップしたりと、やっぱり変わった賞なんですね。そして今回も斉藤直樹賞があります。僕が選んだ作品に通常の賞金に加えてさらに10万円をプラス。今回も責任重大ですが頑張ります。肝心な応募開始日はこちらです。この動画が公開されている頃には募集開始しております。ニコニコ漫画への投稿、最低4ページ以上あれば参加可能ということなので、漫画を描いている人はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。もっと詳しい情報はくまねこ杯公式サイトに掲載されていますので、概要欄に貼ってあるリンクからチェックしてみてくださいね。ここまでは角川さんの提供でお送りしました。それでは気まぐれ添削に戻りましょう。さあ改めてここからは顔の調整をしていきます。首をねこうグイッとひねったせいで少し煽りっぽい角度になったと思うんですが、まだちょっとですね顔が正面のままなので、少しね角度をつけてみたいとも思いました。まずは目の位置を少しずらします。はい、こんな感じですね。煽りにするにはこっちの目を上に、こっちの目を下に、このように移動することによって煽りっぽい角度にはなります。まだまだねこれだけだと変なので、さらに調整していきますね。一旦鼻と口、そして輪郭など目の角度に合わせて位置を少しだけずらします。はい、こんな感じ。さらに髪の毛の明るさも少しだけ追加しましょう。今全体的に同じような暗さなので、ちょっとね髪の毛が潰れてしまっている印象です。一部だけでも少し明るさを加えてあげた方がより立体的に顔が浮かび上がってくると思います。やってみましょう。はい、こんな感じですね。あとはちょっとこれは無理やりかもしれませんが、一段明るいハイライトもピンポイントで加えてあげても印象がぐぐっと引き締まると思います。こんな風に。はい、一部分だけでもねこういう強いハイライトを入れてあげると、これがアイキャッチになってググッと目線を顔に持ってくる効果があります。はい、ちょっとね目の角度など円形の移動だけで調整してきたので違和感がある部分がありますね。最後ちょっとだけ調整していきます。はい、こんな感じ。最後の仕上げ、フードの角度も少しだけ調整しますね。こんな感じ。はい、ちょっとだけね角度をつけましたね。そしてフードの部分にも少しだけ明るい色を足してあげた方が背景から浮かび上がっていいと思います。ちょっとねこの髪の部分と同化してしまってるんですよね。はい、ちょっとだけ持ち上げてみましょう。はい、こんな感じですね。そして最後、気を抜いちゃいけません。光の粒で顔を超目立たせる方法。ということで、イラストの仕上げで超使えるテクニックをお伝えします。画面全体にまぶしてあるこういう光の粒なんですが、最後に魔法をお伝えしましょう。こういう光の粒、バーっと何も考えずに全体に散らしてもいいんですが、今回みたいに、なんか顔があんまり目立たなくなってしまったな。どうにか最後にお手軽に顔を目立たせることできないかなって思ったらですね、この光の粒超使えます。この光の粒今ねまん丸に書かれているんですが、この粒をですねこんな感じで
こんな感じでですね、真ん中に向かって、顔に向かってですね、ちょっとだけ伸ばしてみてください。そうすることで、このイラストの雰囲気、ガラッと変わります。どう変わるでしょうか？実際にやってみます。ほら、どうでしょう？ビフォーアフター見比べてみますね。パッカー、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 パッカー。ね、ちょっとだけハイライトを顔に向けて伸ばしただけなのに、めっちゃ画面全体の印象が明るく持ち上げられたのがお分かりいただけると思います。このテクニック、すごく使えるので、ぜひ皆さん覚えておいてくださいね。といったところで、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？基本的にね、今回変更した部分は2箇所だけでしたが、ちょっとした変更で見やすいイラストにできたと思いませんか？このようにですね、決していい子ちゃんのイラストが悪いわけじゃありません。自分はなんかいい子ちゃんっぽいな。頭で考えて理屈っぽい絵しか描けない。そんな風に凹んでいる人は、方向は間違ってません。そこで全てをかなぐり捨てて、悪い子ちゃんになるんじゃなくて、そのままですね、超いい子ちゃんを目指してみてください。それがね、あなたを成長させる一番の近道だと思います。このチャンネルではこういったお絵描きテクニックを発信しています。例えばこちらの動画、デジタルイラスト役立つ小技集では、これを知っているとイラストを描くのにすごく役立つよという小技を5つ紹介しています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。